粘土の塊から人形の顔はどのようにできていくのか。この動画ではまだ顔らしくないベースの形から目、鼻、口を造形して人形の表情が見えてくるまでをダイジェストでご紹介します。最初から完成形を目指すのではなく、盛ったり削ったりしながら少しずつ形を探していきます。粘土の塊からだんだんと表情が生まれていく様子を見ていきましょう。まずは芯材に粘土を巻いた状態から始めます。鉛筆で位置の目安をつけながら鼻や顎、おでこなど顔の大まかな形を作っていきます。最初は細かいパーツよりも頭全体の形や顔の土台を整えることを意識します。ある程度形ができたら一旦乾燥させてヤスリで表面を整えていきます。この段階では完成した顔を作るというより、この後の造形がしやすいように面を整えておくイメージです。次に目の周りを作っていきます。両目に同じぐらいの量の粘土を足して眼球の丸みやまぶたの位置を探していきます。このあたりはまだ少し不思議な顔に見えるかもしれません。でもこの段階ではそれで大丈夫です。ここから少しずつ顔らしさが出てきます。目の形が少し見えてきたら、今度は目の上やおでこ、こめかみの形も見ていきます。目だけに集中すると顔全体のバランスが見えにくくなるので、まぶた、額、頭の形を行き来しながら整えていきます。顔は一つのパーツだけで作るのではなく、周りの形との関係性でできていきます。ベースの段階で最初から眼下のくぼみやおでこの丸みを作り込む方法もあります。ただ、初めて作る場合は、まずはフラットな状態から少しずつ粘土を足していく方が形を確認しながら進めやすいと思います。次に口元を作っていきます。口は表情に大きく関わる部分なので、一度で決めようとせず、少しずつ形を作っていきます。唇の厚みや口角の位置が変わるだけでも、顔の印象は大きく変わってきます。ここでも口だけを見ていると、顎や頬とのつながりが分かりにくくなることがあります。必要に応じて顎に粘土を足したり、頬の膨らみを整えたりしながら顔全体のバランスを見ていきます。人形の顔は粘土を盛るだけでなく、彫刻刀やデザインナイフで削ることで形を整えていくこともあります。盛る、削る、なじませる、整える。この繰り返しで少しずつ顔の立体感が出てきます。ここで一度最初の状態と比べてみます。何もないベースの形から目、鼻、口の位置が見えてきて、だいぶ顔らしくなってきました。まだ完成ではありませんが、この段階まで来ると人形の表情の方向性が少し見えてきます。
ここからは鏡も使いながら左右のバランスを見ていきます。正面から見ているだけでは気づきにくい左右差も鏡に映すことで見えやすくなることがあります。自然な左右対称に作るためには、どこを見てどう直すかが大切です。詳しい見方や修正の考え方はオンライン講座の中で扱っているので、この動画では全体の流れを見ていきます。次に目の周りに少しずつ立体感を足していきます。眼窩と呼ばれる目のくぼみを深くしたり、目尻の上に粘土を足してなじませたりすることで顔に陰影が出てきます。この陰影が入ると、ただのパーツがあるだけでなく、顔としての奥行きが感じられるようになります。鼻や口元も少しずつ整えていきます。小鼻や唇の形は些細な部分だと思われがちですが、ここが入ることで顔の印象がぐっと自然になります。細部を作るときも一箇所だけを見すぎず、顔全体の雰囲気を確認しながら進めます。形ができてきたら、時々写真を撮ったり、鏡に映したり、少し時間を置いて見直すことも大切です。作っている最中はどうしても一部分に集中してしまいます。一度距離を取ってみることで、左右差や表情の違和感に気づきやすくなります。まぶたの閉じ加減や二重のラインなどは顔の印象に大きく影響してきます。こういう細かい部分はどうしても時間がかかります。焦って一度で決めようとせず、少しずつ確認しながら整えていきましょう。ある程度顔の造形ができたら、一旦乾燥させてヤスリや彫刻刀で表面を整えていきます。不自然な凹凸を削ったり、スポンジヤスリでなじませていきながら、顔全体の印象を整えていきます。細かい部分は精密ヤスリを使って仕上げていきます。さて、これで人形の顔の基本の造形はほぼ完了です。この後は頭を割ってグラスアイを入れたり、耳を付け足したり、さらにいくつかの工程が続きます。そしてその度に気になる部分が出てくるので、必要に応じて細かく調整していきます。人形の顔は一度で完成するというより、工程ごとに見直しながら育てていく感覚に近いです。そしてこちらが塗装前の最終的な顔の造形です。中盤の状態と比べると表情が柔らかくなり、目元や鼻、口周りの陰影もよりはっきりしてきました。同じ粘土の顔でも少しずつ形を整えていくことで、ここまで印象が変わります。今回はダイジェストなので細かい手順はかなり省いています。実際に作るときは左右の見方や最後にどこを確認するか、削り方なども大切になってきます。また、球体関節人形作りの全体の流れや必要な道具、造形のコツなどをまとめた無料の PDF を公式 LINE でお配りしています。興味のある方は概要欄から受け取ってみてください。このチャンネルではこれからも球体関節人形作りや粘土造形に関する情報を発信していきますので、知りたいことや気になることがあればお気軽にコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。